今回はタロットカードのペンタクルの女王の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第38話スタートです。カード名ペンタクルの女王。社会に出て8年。結構大きな会社に勤めている私は30歳のベテラン OL。名前を高木美香。30歳になって未だ独身。別に結婚願望がないわけではなく、結婚を考えた相手はいたんだけど、タイミングってやつが合わなくてチャンスを逃してきた。性格は明るいし朗らかだし、かなりのポジティブ人間だと思う。見た目はぽっちゃり体型だけど、決して太ってるとか言うんじゃない。私の父が言うには、ぽっちゃりはいいんだぞってことだ。何がいいのかはわからないけどね。そんな私にも彼氏がいる。名前は西郷隆盛の一字違い。斎藤隆盛。二字違うって？いえいえ、ひらがなにしたら一字違いだよ。とは言っても、西郷どんのような男らしさがあるわけではない。どっちかというと今の男子だね。年齢は私よりも2つ若い。年下は好みじゃないけど、一緒にいて楽しいし、何せ疲れないのがいい。相手に気を使って帰った途端にどっと疲れが出るような人とは一緒にいられないからね。彼とは付き合って2年になる。知り合ったのは友達が設定した合コンの席。当時私は28歳だったから、今更合コンっていうのも気が引けたんだけど、友達がメンツが揃わないからって言うんで、とりあえず数合わせに参加した。そうしたら高森丼に気に入られたってわけ。もう一度言っておくけど、年下は好みじゃなかったんだよ。でも付き合ってみると楽しいからね。だから付き合ってる。そして2年が経過した今、そろそろ結婚を意識している。高森丼だって28歳だから結婚してもいい年齢でしょ。ということで、ウェディングドレスが飾られているとつい目がいって、素敵だね。きっと美香ちゃんが来たらお姫様みたいに綺麗だろうね。なんて甘い話をしてる。ということは、彼氏も結婚を意識していると思って間違いないでしょう。ただちょっと問題がある。それは女性疑惑。付き合ってる時はこの人って決めて付き合うわけだから、他の女性と交流を持っては欲しくない。もちろんそうは言ってもお互い社会人だし、社内に同僚という名の女性がいるのは仕方のないこと。ということは、女性から連絡があってもしょうがないじゃないかとか思うかもしれないが、同僚が休日に連絡してくるはずはない。誰だって休日まで仕事関係の仲間と話したいとは思わないからね。じゃあ誰？家族ですか？妹？いえいえ、彼には妹はいないのです。お姉さんすらいない。じゃあお母さん？それも怪しいな。お母さんから連絡が来たことがあったけど、それこそ要件だけを言って切るタイプの人だ。ってことは誰なのよ。しかしこの件でごちゃごちゃ言えないのが年上というプライド。気にしてませんよ的な態度をとっている。これでめっちゃ気になってるんだけど、
誰なのよとか言えたら楽だと思うけど、そんなことしたらそんなに俺のことが好きなのかってなんか偉そうにされそうでできない。小さなプライドだとは思うけど、そこはやっぱり捨てられない。デートしてると電話がかかってきたり、LINE が来たりで胃が痛いのは事実だけど、ごめん、仕事の電話がかかってきちゃったから、と言われればにこやかにいいよと言うしかないでしょ。友達から LINE だよ、こんな時に全くね。と笑いながら言われたら、返信してあげたらと言うしかないじゃない。こうして疑惑は疑惑を呼び、浮気してんじゃないのかとなったわけだ。でもだからってこの恋愛を終わらせられるのかと聞かれたら、そんなことはなくて、心のどこかではきっと本当に同僚なんだよとか、絶対に単なる友達なんだと思い込もうとしている。そしてもう一つ思っているのは、結婚したら絶対に連絡させないという覚悟だ。結婚さえしちゃえば他の女と連絡するとかありえないでしょう。だから結婚するまでの辛抱だと思ってる。さて、そんなこんなでプロポーズまで秒読みだと思っていた私に、結婚しますという招待状が届いた。結構友達は多い方なので、今度は誰だよと思いながら開いてみた。だいたい30にもなると結婚していない友達の方が少ないから、抜け駆けしたやつは誰だくらいに思うんだけど、そして開いて名前を見て、くそー、結婚しないとか言ってたくせになんて思うわけ。それでもめでたいのでお祝いには行くけど、だが今回は違った。開けてびっくり玉手箱ぐらいにびっくり。だって知りすぎるほど知っている名前だったのだから。なんと斎藤隆盛。なんで？どうして？私と結婚するはずの隆盛どんが結婚しますとか言っている。相手は私のはずなのに、私が知らないうちに招待状を出したということか？そっか、これは新手のびっくりプロポーズ的な？きっと花嫁の名前は私になっていて。とか思ったけど、そこまで手の込んだことをするようなタイプではない。花嫁の名前は見たことも聞いたこともない。桃香ってなんだよ。どうやらこのおいしそうな名前の女と結婚するつもりのようだ。ってことは結婚するつもりになっていたのは私だけで、高森どんはとんだ食わせ者ってことになる。結婚後匂わせておきながら全く違う女と浮気していたってことじゃないか。いや、結婚するのが桃香だから私が浮気相手になるのか？そんなことはどうでもいい。こんな招待状誰が出席するか。ビリビリに破いてやろうかとか思ったんだけど、ここでまたしてもいらないプライドがムクムクしてきた。ここで欠席に丸をつけるのは簡単な話だが、そんなことをしたら、そりゃ俺のことが好きだったんだから無理か。なんて大口開けて笑って越にいるのではないかと思ったら許せない。私だけが辛い思いをして相手は幸せそうに結婚生活を送るなんて冗談じゃない。せめてあんたなんて別にどうも思わないわよくらいの態度を見せてやりたい。ということで私は出席に大きく丸を書き、ご丁寧にぜひ出席させていただきますと笑顔の顔文字まで書いた。それをポストに入れた途端、喪失感に苛まれたけど、捨てられたなんて思いたくないので、いい方向に考えることにした。
浮気野郎と結婚なんてしたら一生相手の浮気癖に悩むことになる。だったら結婚しない方がずっといい。そうだ、私はあんな男よりももっといい男をゲットしてやるんだ。さて、結婚式当日。本来ならば花嫁よりも美しくあってはいけないというルールがあるが、そんなものは知ったことか。何せ私には大人の魅力があり、どんなに隠そうとしても隠せない美しさがあるわけだからね。だからドレスを新調して、靴もバッグも新しいものを購入。ピアスもネックレスも買って、ついでに指輪まで買ってしまった。これで準備万端。もしかしたらあんなクソ野郎よりもいい男に出会えるかもしれないじゃないか。どこにどんないいものが落ちてるかもしれないんだから、ここは力を入れて頑張るしかない。それに高森どんが私を見て失敗したと思ってくれるならばそれでいい。こんないい女を捨てるんじゃなかったとか思ってくれたら万々歳だ。そんなことを考えながら式場に赴いた。式場には知らない人がずらり。そりゃそうだ。呼ばれているのは高森どんの友達とか桃女の友達ばかり。私の友達がいるはずなんてない。あとは2人の親族やら両親やらだ。これで知り合いがいる方が驚きだ。そんな中、知らない人と相席となりながら出てきた料理を平らげていった。なんだか派手なドレスに身を包み、嬉しそうにしている花嫁と、デレデレと鼻の下を伸ばしている高森どんを見ていると、腹渡が煮えくり返る思いだけど、隣に座った人と、花嫁さんきれいですね、とか話してた。心の中では大したことないな、と思っていたことは内緒だ。両親への手紙なんてのもあって、お涙頂戴シーンで盛り上げ、ブーケトスしてお開きとなったが、新郎と新婦が金の屏風の前に並んで出席者に挨拶している。その前を通過する時が一番嫌だった。なんとか笑顔を作り、化粧した顔にひびが入るんじゃないかと思うほど頑張った。これであとは帰るだけで、帰ったら酒飲んで思いっきり泣いてやろうと思っていたら、仲間内で二次会に行こうということになったらしい。もちろん私は仲間には入らないだろうからさっさと帰ろうとしたんだけど、そんな私を見つけた桃女が「どうぞご一緒に二次会にいらしてください」と言ってきた。しかも高森どんまでデリカシーのかけらも見せずに「俺たちの門出を祝ってくれよ」なんて言ってくる。よく言えたものだよ。しかしなんだか辞退できないような雰囲気のため、しょうがなく二次会に参加した。ところがこれが大きな罠だったとは誰が思うか。盛り上がって盛り上がってどんどん酒が入っていくと、桃女が言い出した。あなたって私の夫の彼女だったんでしょ。嫌な笑いを浮かべているのだ。高森ったら私という彼女がいるのに、こんな綺麗な女性とお付き合いしていたなんてひどいわ。でも結局は私の若さが勝ったんだからいいんだけど。つまり自分の方が若いってことをアピールしたいわけだ。私は高森に他に女がいることは知っていたんだけど、どうせ遊びだろうと思って全く気にしてなかったんだけどね。だって高森の携帯にこの人と写ってる写真があって、見てみたら母親かと思うほどのおばさんなんだもの。もうびっくり。最初はお母さんと写したのかって聞いちゃったわ。周りは笑うに笑えない状態だ。それに高森と2歳しか違わないのに、なんでここまで言われないとならない？だいたい若いだけなら誰にでもそんな時期があるんだよ。
私だって2年前までは今の高森どんと同い年だったじゃないか。ふざけるのも大概にしろ。だんだんいたたまれなくなってきていたところに最後の爆弾を投下した桃女。なんと持っていたワインを私にかけてくれたのだ。それもあからさまにかけたくせに。あら、ごめんなさい。酔っ払ってるのかしら。私ったら失礼なことをしちゃって。と来たもんだ。これ新調したばかりのドレスなんだけど、どうしてくれるのよ。とは思っても、さすがに大人ですから、そんなことは言えない。大丈夫よ。安物だから。でも冷たいし、今日はこの辺でお先に失礼させていただきますね。お幸せに。と言って席を立った。だが、その時桃女のやつは勝ち誇ったような笑みを浮かべていたのを私は見逃さなかった。結局のところ、二次会に誘ったのはこれがしたかったからということなのだろう。本当は高森どんが浮気しているのが許せなくて、私という浮気相手に一泡吹かせてやりたいとか思っていたってことだ。まさに踏んだり蹴ったりじゃないか。この状況でも高森のやつは何も言わないばかりか、自分の妻を制することもしないのだから。ああ、バカバカしい。もうこんなドレスどうでもいい。早く帰ろう。ところが、私のことを追いかけてきた人がいた。大丈夫ですか？見れば結構なイケメンだ。妹が失礼しました。妹だって？イケメンが追いかけてきてくれたから、もしかしてなんてちょっと新たな恋の幕開けを考えてしまった自分が情けない。そんな少女漫画のようなことがあるはずもない。大丈夫です。弁償させてください。結構です。桃女の親族に弁償なんてされたら、これから先なんて言われるか分かったものではない。私はそう言うと、後ろも見ないで家路に着いた。翌日のことだ。昨日の一件で腹立たしい思いをどうすることもできなかった私は、家に帰るとビールを煽りに煽った。おかげで完璧二日酔いだ。頭はぐらぐらするし、吐き気はするしで、こんなことをした自分が情けなくて、便器を抱きかかえながら涙を流していた。やっとすべて吐き終わり、もう少し横になっていようとベッドに転がり込んだ時だ。二日酔いの頭をでっかいハンマーで殴るように玄関チャイムが鳴った。軽やかな音楽のような呼び鈴ならばいいが、昔ながらの金属音だ。思わず、うわーと悲鳴を上げそうになった。それでもやっと立ち上がると玄関に向かい、どなたですか？と言いながら玄関を開けた。するとそこには大きな箱を持ったスーツ姿の男性が佇んでいた。最近の宅配便はスーツで来るのかと思ったが、そんなことがあるはずはない。よく見れば昨日の桃女の兄ではないか。桃香さんのお兄さん？覚えていただけたようで恐縮です。あんなことがあったんだから、そりゃあ忘れたくても忘れられない。何でしょうか。昨日ドレスを汚してしまったので、妹に代わりましてこれを。そう言って差し出されたのはものすごく高級そうな箱。これはドレスです。サイズが合えばいいのですが。なんで私にドレス？てかそこまでしてくれとは言ってない。でもせっかくだからもらっておこうか。もう二度とこのお兄さんにも会うこともないのだからと思い、ありがとうございますと受け取った。そしてしばらく立ち話をしていたら、どうやら桃香一族は高森どんの勤める会社の経営者らしく、桃香は社長令嬢なのだとか。今回桃香が結婚するということで、しかも社員とだということで、みんな喜んでいたらしい。ところが昨日の二次会で二股していたことがバレた。おじたちもおばたちもこれは許せないと憤慨。
もちろん両親も大事な娘がそんな男と結婚するなど許せるはずはないと大激怒。その上、桃香が相手の私にワインをかけてみんなの前で笑い物にしたことをお兄さん伝いに聞いたものだから、さあ大変ってことになったらしい。今、高森どんと桃香は海外にハネムーン中だから、戻ってきたら転勤の辞令を出すことにしようと話が決まったのだとか。両親としてはそんな男と娘が結婚生活を続けることが許せないらしく、何とかして別れさせたいと思ったらしい。転勤ってどこへですか？転勤といっても環境がいいところでは何にもならない。しかも新婚なのだし、自分の娘だ。そんなに悲惨な場所へ行かせるとは思えない。北海道です。北海道と聞いてなんだと思った。だって北海道ならばカニがうまいし、ラーメンも本場じゃないか。じゃがいもだって美味しいし、それのどこがという顔をしたのだと思う。お兄さんはちょっと笑顔を浮かべると、北海道支社の状況を教えてくれた。北海道といっても山の中にありまして、支社の人員は高森一人なんです。仕事も1日1回、当社の機械からデータを出して、それをメールするだけで、暇であることは確かですし、それだけの仕事ですから給料もガクッと下がります。それに偏僻な場所ゆえに町に出ようにも何時間もかかりますし、妹などは絶対に我慢ができないようなところです。なるほど。そんなところでは高森どんだって我慢はできないだろう。それと本来ならば転勤したら本社に戻ってきた時には昇格するものですが、戻す気はないので、彼はあのまま定年を迎えるまであの支社にいることになります。とは言ってもパートでも務まる仕事ですし、一応一族のメンバーなので、死ぬまであそこで飼い殺し状態になるでしょうね。おお、悲惨だ。あなたも辛い思いをされたようですし、彼がどのような状況に追い込まれるかを知る権利があると思いまして、ドレスをお届けするついでにお話しさせていただきました。それはありがたい。二日酔いを我慢して聞いただけのことはある。この先彼がどうなるか、またご報告しましょうか。そう言われて、ぜひお願いしますと言っておいた。あれだけのことを平気の平座でやってくれたんだ。どんな地獄に落ちたのか、そしてその地獄でどんな生活をするのかを知りたいと思うのは当たり前のことだろう。こうして少しは留飲下る思いをさせてもらった私は、翌日から仕事に邁進していった。さて、ハネムーンから帰ってきた高森夫妻だが、本当に北海道支社に飛ばされたらしい。飛ばされた当初は北海道ならカニが食べれるとか言って喜んでいたらしいが、1年と経たぬ間に音を上げたようだ。夏は涼しいが虫が多い。家の中まで名の知らぬ虫が歩く。冬になれば寒原の寒さだ。しかも雪が降り積もる。屋根には信じられないような雪が積もり、それを下ろさねばならないだけではなく、ドアを開けようにも雪が積もって開かない。こんな状態では町まで行くにも車が動かない。結局食べるものにも事欠く始末だ。とうとう桃女は、こんな生活冗談じゃないと早々に実家に帰ったという。ところが実家に戻ったところで、両親が離婚もしていないのに夫婦別居とは納得できないと門前払い。高森と一緒にいたら一生あの偏僻な山の中にいないとならないことに気がつき、離婚を決意したという。離婚された高森は寂しい山の中で一人頑張っていたが、結局寂しさに負けて退職届を書いたと聞いた。ざまあないね。あの二次会に私を誘ったのが運の尽きだったんだろうけど、私としては行ってよかったよ。あの時二次会に行かなかったら、ただただ悔しい思いを抱きながらこの先も暮らしていかねばならなかったんだからね。
ところで退職届を出した高森だけど、こっちに戻ってきても職が決まらないと言っていた。それもこれも同業のところには就職できないようにとお兄さんが根回ししたらしい。怖ー。徹底的にやってくれるね。おかげで今まで培ってきた知識は役に立たず、全くの別業種に就職したものの、仕事がわからず役立たず扱いされているらしい。先日当のご本人から連絡があり、そんなことをぼやいていた。そして厚顔無知にも、もう一度付き合ってくれ、やり直そう、俺が本当に好きだったのはミカだったんだよと言われた。もちろん寝言は寝て言えと言っておいたけど、女をバカにすると痛い思いをするってこれでわかったかな。まったくご愁傷様だよね。そうそう、お兄さんとその後どうなったかって気になるでしょ。だからその後のお兄さんと私のことを話しちゃうね。イケメンお兄さんはなんと結婚していたので、私とどうこうなるなんてことは全くなかった。まあ少女漫画じゃないからないよね。いかがでしたでしょうか。このカードは確信していたことが突然覆されたり、落胆する出来事を暗示しています。また長く続いてきた愛情問題の解決やパートナーとの幸運な展開を暗示していることもあります。苦しい時こそ最悪のことではなく最善のことに目を向けると状況を好転させる導きがあるとも伝えています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。